グータラズです。今日はソアラ40ソアラだねの理想の車高を求めて第2弾やってみたいと思います。前回ねやっぱりどうしてもちょっと下がりすぎて当たる部分が結構あったんで、結構当たってたんだよね。リアのインナー、フェンダーの爪なのでね、かぶりやすちょっとかぶってかっこいいんだけど、ちょっとね車高上げます。ちょっと車高上げ5ミリずつ上げようかなって考えてます。でね、まずはフロントからやりましょう。パーツクリーナーでねきれいに掃除してあげてください。細かい砂利がねいっぱいついてるんでたっぷりかけます。俺これパーツクリーナーで滑り良くならないけどね、ゴミついてると砂とか噛んじゃうんでね。でね、愛用の防止スプレーたっぷりめにかけます。前にも言ったけど潤滑油使っちゃうと砂利とか砂がどんどんね付着しちゃうんであんま好きじゃないんですよね。防水スプレーねフッ素なんですぐ乾いてサラサラになるんでね結構便利です。でね、シート緩めるときだけちょっと叩きます。なかなか取れないんでね、貫通ドライバーで叩いてあげました。でね、スルスル回りますんで、ここもねシートのとこ拭いてあげたけど測るの忘れてた。最初に測んねえと思ってでもう一回閉めてます。測るの忘れちゃってっからさ。5ミリだけどね、5ミリって結構でかいですよね。車の5ミリ結構でかいです。5ミリかと思うけどね、かなりでかいんだよね。しかもバネ式なのでね。で計算ではフロントがロールセンターアダプターで15ミリ下がってるでしょ。下がってる現状で当たってるので、車高調で5ミリ上げる。でレバー比ってね車高調あるんですけど、フロントは多分0だと思うんだよね。でバネ式なんでプリかければ5ミリ分プリかかるからその分ね硬くなるでしょ。で結果的に遠ミリ1センチ下がってる、前より下がってるけど、要はプリかけて硬くしてるからね、当たりがなくなんじゃないかって期待して5ミリ上げたんです。そのためにロールセンターアダプター買ったんですけどね、ただ単に下げるだけじゃなく、ちょっとこの車高調をねもうちょっと長くしてプリかけてって思ってたんですけどね、どうなるんでしょう。車高ってね結構何回も調整するよね、みんなね。何回もする。1回とか2回じゃね結構ね収まんないしね、結構深みにはまっていくよね。でね、フロントはだいたいいいかなと思います。フロントってかね右側だね。でね、逆側左側が長さ違ってたんだよね。長さ変えると思って、車高調の長さで変えてんのどういうことと思って、変えるかよと思って、でね左右一緒にしました。で下げてみましょう。まだ馴染みがねないので上がってるように見えますけどね。でも結構上がったんだろうね。5ミリって結構5ミリでかいからね。指は入るからね、馴染んで多分ちょっとかぶるぐらいかなって思ってます。でね、リアもやりましょう。でブーツ破けてる古いからね。この車車高調がねトムスのアドボックス、
フルトムスなんでね、フロントパイプからマフラーからブレーキに至るまでね、ブレーキキャリパーが前が6ポットでしょ、後ろが4ポット。めっちゃ効きます。めっちゃ効く。これ忘れないんでね、今回忘れずに測ってた。ブレーキめっちゃ効くんだよね。ちょっとね、オーバースペックだと思う、これは。まあ、止まることにはね、いいに越したことはないんだけどね。トラックみたいに止まります、ドクンって。でね、また防雪スプレーでね、スルスルにしてあげましょう。そっちじゃないと思うけどな。そっちじゃない、そう、そっちよ。でね、リアもね、5ミリ上げましょう。リアはね、ロールセンターアダプターで25ミリ下がってるでしょ。車庫調で5ミリ上げる。リアはね、レバー比がフロントより多分高いと思うんですよ。調べたけどね、レバー比出てこなかった。多分ね、1.3 ぐらいだと思うんだ。前が1でしょ。多分 1.3 ぐらいだと思うんだよね。だからね、5ミリ下げると 6.5 ミリ上がって、5ミリ上げると 6.5 ミリ上がって、結果 18.5 ミリ下がるって感じかな。多分だよ。その詳しいレバー比とかわかんないからさ、わかんないけどさ。でね、締めてあげましょう。でね、リアもね、左右の長さ違うんだよね。何なんだろう。中古屋さんで見ねえのかな。見ねえよね。見ねえか。でね、リアもね、下ろしてみましょう。リアも多分同じぐらいってことねえか。リアは少しね、多めに下がるんだもんね。計算で言えば。まあ、馴染みがまだね、ないので、こんぐらいかなと思ってますけど、馴染み出た時だよね。馴染み出たら、どれぐらいになるかなって思ってます。まあ、その辺ブラブラしたぐらいじゃ結構馴染まんないですけどね。何日か経たねえと。でね、スロープから下ろしてあげましょう。そうそう、輪止め忘れてた。エアロに引っ掛けたから。輪止め結構忘れるな、俺。でも大事ですからね、しっかりやってください。輪止め、馬はしっかりかけてくださいね。この状態だと結構上がってるよね、やっぱり。さっきはかぶってたんで、かぶりがなくなったし、いや結構上がったなと思ってます。これでまあね、ちょっとバネ自体も車庫上もね硬くなってるから当たりが出なきゃいいなと思ってるんですけどね、ちょっと測ったりして、まあ結構やっぱりね5ミリ以上上がってんですよ、リアは。かぶりがなくなったから多分1センチ近く上がったんかな、これで言うと。まだ馴染みが全然ないからね。ってことでね、ちょっとその辺一回りしていきましょう。一回りしてきました。ちょっとね、まだね当たる。まだ当たる。フロントはね、少しだけ当たる。どうやらね、左のリアがね、当たるね。常に当たるってるね。で、フロントもね、左側がね、ちょっと当たってるんだよね。
だから多分左右で車高変えてたんかな。あんまり良くねえけどね、そういうのってね。そういうの嫌ったんだろうね、前のオーナーさんが。ほら、ちょっと馴染んだよね。ちょっと馴染んだらちょっと下がって、でも少し当たるんだよな。まだ当たります。理想はこれぐらいだよね。理想の車高を求めてっていうさ、あれだけど、理想は前か。あれぐらい低いとね、いいんだけど、テーマがね、爪は折らないってことだからね。理想はこれよりもうちょっと下がってた方がいいけど、まだやっぱ当たりが出てるんでね。また次回、その改良もね、ちょっとやっていきたいと思います。次回はやっぱりもうあれだね、インナーとかだね。インナーやら爪やら、爪は折らずに削るぐらいって考えてますけどね。第2弾、車高 5mm 上げました。結果ダメでした。ちょっと当たる。ダメじゃなかったんだけどね、ちょっと当たります。なのでね、第3弾も期待しててください。本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。